懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2008年発売の金消し復刻版夢の超人タッグ編ウルフマンをペイントします。初代アニメカラーを参考にいつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消し復刻版夢の超人タッグ編、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は復刻版の第1弾、当時ものレギュラーサイズから厳選されたタッグ編決勝トーナメント出場の超人がそれぞれタッグチームで2体カプセルに入っているという設定のラインナップでした。復刻版は金型の関係で若干サイズが小さめ。まずは今回のウルフマンの造形の金消しの塗装前の状態です。夢の超人タッグ編でモストデンジャラスコンビ入場時のコスチュームです。レギュラーサイズベースのデザインの金消しでウルフマンをペイントするのはこれが初めてになります。塗装後のレビューを先に。今回は初代アニメカラーリングイメージとはいえ、このコスチュームでの登場シーンはわずか数秒でした。一応カラーを控えて再現するようにチャレンジしました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取るレンジン漬けゴミを一晩から2日して可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ベースとして全身にまずパレホのゲームカラーデッドホワイトを塗りました。よく下地作りに使っている濁りのない純白カラーです。水を含ませて平筆で一気に塗るので、金消しサイズであれば 1,2 分で下地は作れてしまいます。下地の完全乾燥の後、本格的な色分けの1色目、目の部分に入れたモデルカラーのアイスイエローからスタートです。続いて化粧回しと締め込みのカラーとして下出るカラーベースインキュビダークネスを使いました。藍色というのでしょうか。少しグリーンも含まれた濃い青です。続いて黄色です。ゲームカラーのゴールドイエロー、化粧回しの装飾に使いました。アニメっぽさを演出するビビッドな黄色。それでいて粘性高く隠蔽力はそこそこ強いです。続いて白の上塗りです。モデルカラーのホワイトグレーです。少しグレーっぽさもある白カラー、たすきと白い横綱綱に。そして一番塗装面積の大きかった肌カラーです。モデルカラーのフラットフレッシュという塗料を使いました。しっかりした色味の少し濃い肌カラーです。隠蔽力は強く、下地の白も効いて一発で色が乗っていきました。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。筆で塗りに行くとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカルラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。この辺りから塗装は細かく、極細筆を使って文字は書き入れていきます。たすきに書かれたウルフマンの文字を黒です。ゲームカラーのブラック。そして曲げを含む頭髪と眉に使っています。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。最後は下出るカラーのインキュビダークネスを塗り残しと補修に使って完了です。かかった時間は約50分の塗装でした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。
ということで今回は筋肉マン金消し塗装復刻版の夢の超人タッグ編シリーズから入場行進時のコスチュームのウルフマン、初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。